If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? 皆さんこんにちは。今回は6年ぶりの我が家のルームツアーをご紹介したいと思います。我が家は幼稚園小学生の男の子兄弟がいる4人家族と猫1匹です。今日はリビングダイニングをご紹介するんですけども、リビングダイニング31畳になります。皆さんからよく質問いただくものをご紹介し、お値段も調べてできる限り記載できたらと思っています。いいね。はい、オープニングにも映ってたかなと思いますが、こちら我が家のソファーはノイエスのコーナーソファーです。ルーちゃん、こちらはオーダーメイドで足を選んだりとか、あとソファーの生地も選びましたし、クッションの色、もともとこの6個のクッションついてるんですけど、このポイントクッションの色なんかも自分たちで選びました。足はものすごい低いやつにしてますね。そしてこちら小さい時は外していましたが、テーブルになっているので、ここになんかコップを置いたりとか、今だったら子供がタブレットを置いてみたりとか、そういった机に使っています。もともとこちらも付属でついています。こちらのテーブルは両サイドですね、両サイドについていて、そしてクッションはこんな感じで丸いもの、こちらをかける形で使います。本当しっかりしたクッションなので、今6年経ってもまだまだクッションしっかりしてくれています。ソファーカバーは取り外せて全部洗えます。我が家は猫ちゃんがいるので、こう爪研ぎをしにくい、爪に引っかかりにくい生地、そして洗える赤ちゃんもいたので、洗える生地っていうところでこちらを選びました。今でもとっても綺麗で丈夫で気に入っています。あとは新しいところで言えばこちらのライトですね。こちらのライトが割と最近我が家に加わりました。こちらはポイントでソファーの真ん中に来るようにしているんですけども、楽天で買って楽天ルームに貼ってます。ちょっとこう角度があるライトなのでポイントに可愛いなと思います。まだちょっと外が明るいんですけども、電気つけるとこんな感じ。これだけだとね結構暗いんですけど、これ両方つけるとすごくいい感じです。はい、そして時計なんですけども、こちらも楽天ルームに貼っている時計です。我が家にはこの時計が3つあります。ブラックでシルバーの針、ブラックでゴールドの針、グリーンでゴールドの針があるんですけども、ここはもともとゴールドをつけていたんですけども、このライトシルバーにしたので、シルバーの方が合うのでシルバーに変えました。でも他の部屋、時計がない部屋いっぱいあったので、他のものも重宝して使っています。あったかいね、ルーちゃん。そっち行ったの。はい、そしてね、大きく変わったところはテレビ台ですよね。ルーちゃんが気持ちよさそうにしてるんですけども、こちらテレビ台の紹介の前に、こちらのスチールの棚、こちらはちょっと通りがかりの家具屋さん、雑貨屋さん、しかも旅行中に見つけたので、ちょっとどこのかわからないんですけども、1万円ぐらい、1万2000円ぐらい、とってもリーズナブルでした。このライト、そして時計に合わせてシルバースチールが可愛くて購入しました。中にはね、本をインテリアで飾ってるんですけども、これとかはね、最近韓国行った時に動画の中で買っていると思うんですけど、すごくね、この表紙も可愛くて気に入ったんですけど、こういった絵の描き方みたいなのが韓国語がわからなくてもこう書いてあるので、見て楽しめるし、子供もパッと手に取った時に勉強になるかなと思ったりして、こちらと、あとこれはなんか昔母親から送られてきたパワーストーンの本。ここはインテリア兼その時読んでる本があったら変わります。でここはね、スチール台として使えるんですけども、この鏡の後ろにドライヤーがありまして、はい、こちらせっかくルームツアーやってるので、ここに映えるように置いてみたんですけども、お客さんが来た時はここに置いたりもするんですが、普段キッチンとか玄関とかいろいろ置き場が変わるんですね、この子は。なんか水差しの枝は一つはいつも我が家によくあるんですけども、この子はすごい長持ちしていて、普段はここにあるわけではないので、この裏にですね、はい、ドライヤーがありまして、この鏡を見ながら私はストレッチをしながら頭を乾かしてます、ここで。なので普段お客さんが来ない時はこのままドライヤーをここの下にポンって置いてたりします。はい、
そして鏡の裏、こちら側には植物と、あとコロコロですね。コロコロが隠してあります。このコロコロ入れは上にコロコロが入って、下にはコロコロストップが入るようになってます。山崎実業さんの商品になります。背が高いので、この高さがあるのも嬉しいですし、あと先ほどご紹介したドライヤー入れなんですけども、無印の収納ケースに入れていて、ドライヤーはパナソニックと、こちらパクパクローラーなんですけども、はい、こちらは楽天ルームに貼ってます。ソファーについた猫ちゃんの毛がコロコロと取れやすいです。で、中にパカッと猫の毛が集まる仕組みになっています。なのでよく猫ちゃんの毛どうしてますかって言われるんですけども、このコロコロとパクパクローラーで対応しています。ソファーすぐ掃除できるように、こちらとこれが裏に置いています。あとこちら鏡です。こちらの鏡は180センチあります。リビングに鏡を置くと風水的にもいいということで置きました。そしてリビングに置く鏡はその身長が切れない高さがいいということで、私は170近くあるので180センチの鏡を買いました。幅は60センチです。リビングになるべく大きな鏡を置くということで、部屋にいい気が流れる。そして鏡は北の方向に置くことで全体運がアップ。あとは植物が映るように鏡を置くと、映るものの運気を倍にする効果があるらしく、エネルギーの高い植物を映す配置にしています。この子がなくても、ここに植物が映り込むのと、あと後ろにあるこのエバーフレッシュが映るように配置しています。植物を置くこと自体がとても風水的にいいんですけども、その力を鏡に映すことで倍にしてくれるというお話です。我が家はこんな形になっていて、こちらが先ほど見せたリビング、こちらがダイニングになってるんですけども、方角がこっちが南になります。南に向かってこう L 字になっているので、リビングからダイニングまで全体的に家中が日当たりがいい作りになっています。なので西がこっち側になるんですね。我が家は西にソファーを置いています。西にソファーを置くことでリラックスできる、とてもいい位置だそうです。私は風水詳しくないんですけども、リビングを考える時に参考にしていて、いろんな風水あると思うんですけども、我が家は、ゲッターズさんの風水を主に取り入れています。そして西は金運を司る方角らしいので、数字に関するものを置くと金運アップということで、西側に時計、数字があるものを置いています。そして時計は丸いものがいいらしく、丸いものは縁を呼ぶ、人間関係を丸くすると言われているそうです。黒じゃない方がいいみたいなやつも見たんですけど、我が家は黒です。そして時計で言うと、こちらダイニングからも見えるようにこちらにも時計があります。こちらの時計はブラウンで、こちらも楽天ルームに貼ってるんですけども、子供が読みやすい、勉強しやすい時計になっています。あとはこちらのラグなんですけども、こちらのラグはニトリのものです。シワ寄ってますけど、このニトリのもの、やっぱりラグは汚れるし、猫もいるし子供もいるので、あんまり高価なものは買えないなということでニトリで買ったんですけど、今までは赤ちゃんのクッションシートを引いたり、あと楽天で買ったりしていたんですが、このニトリのものが丈夫ですごく気に入ってます。なんかずれにくいし、とっても気に入っています。ラグなしでも床暖であったかいですし、あと夏は冷たくて気持ちいいのでラグなしでもいいかなと思うんですけども、リビングの中央にラグを敷くと、ラグは運気を安定させるアイテムでいい気が集まるっていうことで、風水的にもラグを置くことはいいですし、あとは床がね、天然木で傷つきやすかったりするので、こういう傷がつかない場所、遊びやすい場所っていうのも必要なので引いています。ちょうど毛足の長さも短すぎず長すぎずいい感じです。そして鏡は北の方角に置くと全体運がアップっていうことで、今言ったようにこの角が南に対して北はこの角になるんですよね。正確には北西になるのかなと思うんですけど、なるべく北の位置に鏡を置いています。
じゃあこっち側北はということなんですけども、以前収納動画でもお見せしましたが、ここすごく便利な収納になっていて、北側って言ったらこっちになるんですけども、北は人間関係を映す方角で、でも暗く寒くなりがちなので明るいものを置いた方がいいということで、こちらは最近韓国行った時に買った絵、ここに置きたくて買いました。こう太陽のように北側を照らしてくれるかなっていうのでこの色。そして韓国行く前からこの上には色物を置いています。この黄色の、はい、こちらはムーミンバレーパークで買ったケラーの黄色い花瓶。こちらも明るいものということでここに前から置いていて、そしてこちらは最近韓国で買った100均で買った、これも太陽とかをイメージしてオレンジの花瓶、韓国のダイソーで買ったものも置いてます。こちらが北の方角になりますね。でも北もね、この大きな窓が2つあることで、ここはカーテンもしないので、とても光が入ってきてすごく暗く寒いっていう感じではないです。だけどこんな感じで北の方角には明るいものを置いています。大きいものから紹介したので、こちらちょっと後ほど紹介します。そしてテレビの紹介をしたいんですけども、ちょっと逆光なんでカーテン閉めていいかな、ルーちゃん。はい、バルコニー紹介もよくしてほしいと言われるんですけども、こんな感じでブランコがあったり物干し竿があったり、こんな風になっていて、こっち側にも続いています。テレビは東か南東がいいっていうことなんですけども、ちょうどテレビこちらは南東になるんじゃないかなと思います。こっちが南東って感じかな。南がこちらの植物って思ったら、南って感じもするんですけど、南、こっちが東なんで、南東みたいな感じで、テレビは東か南東がよくって、発展運や仕事運に通信機器から発生する悪い気を緩和するみたいです。こちらのテレビ台なんですけども、こういった壁掛けみたいな感じのテレビ台にするのは実は2代目で、今2階の子供部屋で使っています。我が家の2代目の新しく加わったテレビ台、だいぶ私が初めて買った8年前ぐらいとは進化していて、すごくスタイリッシュになっているし、なんとローラーがついているので簡単に動きます。掃除しやすい、めっちゃありがたい。テレビの向きも変えやすいです。で、楽天で買って楽天ルームに貼っているんですけども、なんか我が家結構黒いものとかグレーのものが多い中、なんでこれは白なのって質問をよくいただくんですけども、こういう壁と同化させたいものは白を選んでます。なのでこのテレビ台って目立たしたいわけじゃないですよね。なので壁の白と合わせた方が同化するので白を購入しているっていう感じです。2階にあるテレビ台も白を使っています。あんまりねテレビ見なくなったし、テレビでも YouTube を見ているっていう感じ、あとはゲームとかに使っている感じなので、すごくスタイリッシュにまとめちゃいました。そしてこちらの机はコストコ購入品で紹介している机っぽいですよね。めっちゃスタイリッシュで机にも使えるんですけども、こちら空気清浄機になっています。こんな感じでカバーが外れて、あ、汚い掃除しなきゃ。はい、空気清浄機。そしてここで充電もできちゃいます。ちょっと iPhone カバーが分厚すぎてあれなんですけど、ここに置くだけ充電もできますし、夜はライトの代わりに光ったりもします。この下からちょっと夜の映像も載せておきます。とってもスタイリッシュで気に入ってますね。ちょっとまだ外明るいんですけど、こんな感じで下からライトがつきます。なんかいろんな色になった気がするんだけどな。ちょっと暗さも調節できます。この上にもうね出し入れめんどくさいので置いちゃってます。スイッチ、有機 LED スイッチもこれがねテレビとつなげるやつ兼こうそのまま充電できるやつなんですけど、これもね全部もう白で同化させたかったのもあって、あ、 OK Google テレビを消して有機の方を買いました。こちらはイッタラのキャンドルホルダーです。はい、ちょっとコードの隠し方がねあんまり綺麗ではないんですけども、このテレビから出る2本の線をこのロールこれで束ねて、でこの中に延長コードを入れています。このケースは楽天で買って楽天ルームに貼っています。これも壁と同化させたいので白です。上は
こちらも昔買って楽天ルームに貼っているかなと思います。こちらには今天然石クリスタルを挿しています。雰囲気のいいものをと思って。で、冬にはここに枝挿したりとかしたりねしてますね。この鏡にも植物が映るようになってます。そんな感じで南東はこんな感じですっきりまとまっています。こちらは我が家にずっとあるエバーフレッシュです。はい、夜は閉じて昼は開くっていうとっても生きてるなって分かりやすい可愛い植物です。このね植物のプランター入れも変わりました。ちょっとサイズ間違えちゃって合わないんですけども、ローラーがついてます下に。なので掃除がしやすいです。場所移動もしやすいです。サイズ間違えちゃったけど、これもね楽天ルームに貼っておきますが、そんな安くないんですよ。2、3万ぐらい。そんな安くないのでもういいやと思ってとりあえずこのまま使ってます。鉢を小さくするかもしれない。鉢に浮いてる丸々のやつは普段は使わないんですけども、水やりです。普通にガラス玉でこう刺してあるだけなんですけど、ちょっと暑い時に遠方に出かける時なんかはここに水を溜めて刺していきます。普段は使ってないです。そして鏡の上にあるこちらなんですけども、これ Amazon で買ったと思います。このフックは楽天で買って楽天ルームに昔貼ってます。そして Amazon で買った鉢カバーなんですけども、今は3COINS で買った長くなりすぎたサボテンを入れています。あんまりリビングにサボテン良くないらしいんですけども、やっぱ高い位置なんで結構水やりが大変だったりするから、今はサボテンちゃんが入ってます。そしてこちらはなんか好きなもの飾ってます。先ほど言ったように、こっちは北側なんでパワーストーンなんかは、レッドジャスパー、これもレッドジャスパー、トラブルから身を守るような石になってます。そういった石だったり、雲の天然石の雲が入ってますけど、こういったシルバースチールの小物だったり、ミルクブッシュめっちゃ可愛いですよね。洗面所にもあるんですけど、ミルクブッシュの感じとこの絵の感じがすごい可愛くて、この絵は韓国で買ったんですけど、30枚のみのもの、17枚目の一個一個手書きのものになっているので、なんかすごくいいなと思って買いました。そしてリプサリス、とっても可愛い植物ですね。こちらも。あとはこちらは私の思いを込めて発売したネックレスです。赤がねこの感じに合うので赤を飾っているんですが、ネックレスは飾らない方がいい、ちゃんと太陽当たらない場所にしまった方がいいんですけど、いろいろな思いがありここに飾っています。そしてこちらは天然石が並んでいるんですけども、置いている台座はザラホームで購入しました。なんかいろいろ今まで集めた天然石、ここだけじゃないんですけど玄関にもあるし、いろんなところにあるんですけど、ここに並んでいる天然石はこんな感じですね。お迎えした日付をこうやって書いてます。これは2024年12月25なんでクリスマスだったから、クリスマスとかお正月とか記念すべき日だったりするとこうやってお迎えした日を貼ってたりもします。これもそうですね。この植物リプサリスなんですけど、リプサリスも2021年6月から我が家にいます。このミルクブッシュは2021年12月、こうやって記載しておくことでなんか一緒に時を過ごしてきたんだなっていう、愛情が余計に湧いてくるから、そういうことをやってます。この石はね、長男と次男が2人で割った石なんですよ。なのでこれ裏には長男と次男の名前が書いてあります。あと政治だったりとか、この間韓国で買ったタンバリンズのハンドクリーム、そしてマルジェラレプリカの香水マドレーヌの香り、あとポトスだったりとか、これも天然石になってます。そしてちょっとねあえて葉っぱが長い植物をこっちに置いていることで、植物またここにも映るかなっていう期待を込めてちょっと長いものをこっちに置いてます。その他この子もすくすく育ってます。3COINSで瀕死だった植物とか、これゴムの木を株分けしたものとか、さっきのリプタリスの株分けしたものとか、最近 IKEA 購入品で買ったスチール、あとこれはさっきテレビの前にもあったイッタラのキャンドルホルダーだったり、こんな感じで植物が並んでいます。これ無印良品の水やりするやつ、すごい使いやすいです。これもここに置いちゃってます。水やりやすいように。
この子めっちゃ変わってて可愛いです。植物ホヤカルノーサコンパクタ、変わった植物です。こんな感じですね。そしてこの階段の向こう側のここの収納は本当にとっても便利で、ランドセルだったりとか、ハサミとかそういった雑貨、あとは毎日の着替え、ショーツとか子供の服、あとコスメなんかもこの中に収納しています。本とかもですね、子供が小さい時はおもちゃ収納にしていたんですけども、おもちゃはもうほとんど今は入ってないですね。あとはそうですね、我が家はこの窓がとても多いので、このカーテンですね。カーテンはやっぱり結構お値段するからめちゃくちゃ皆さん迷いますよね。こんな感じで天井付けにしています。天井からつけることで部屋が広く見えるかなと思います。ただこのカーテンだとこう天井付けしているんで、このカーテンと向こう側ドアまでの距離がちょっとあります。カーテンでもあるもんなのかな、ちょっとこの幅がありますね。意味わかるかな。カーテンはアルペジオだったかな、バーチカルブラインドアルペジオ、こう遮光が変えられるようになっていて、間にレースカーテンが入っているタイプにしました。隙間から見えにくいようになっています。わかりますかね。間にカーテンの生地が違いまして、間にレースカーテンが挟んであるタイプになります。カーテンは上のカーテンとかカーテンレールの取り付けとか全部合わせて80万ぐらいしたと思います。本当ソファーと並ぶぐらい引っ越しの時に高いお買い物でした。そうですね、我が家で一番高かったのはカーテン、次にソファーっていう感じですかね。カーテンもこのぐらいの幅だとこういった感じでさっと開けることができます。このこっち開けなのかこっち開けなのかっていうのも決められます。ただこう広いものになると、ダイニングの方もそうですが、これぐらい大きな窓になるとこういったこの回すやつもついてるんですが、これでは押せないので、こういった引くものになります。先ほど言っていたように、このカーテンの裏側にちょっとこのね幅があるんですよね。幅はできちゃいます。カーテンでもそうなのかな。そして先ほどのこちらのバルコニーがこちらにも続いています。でソファーの後ろにこのスイッチがありますけども、このスイッチを踏むとこのライトがつくようになっています。はい、こっちもカーテン開けるととても明るいですね。こんな感じで我が家はとてもグレーが多いです。多分いろんな色に意味があると思うんですけども、中でもグレーは事業運や出世運に良いとされていて、特に北西に取り入れると効果的ということで、先ほど言ったようにこちらが北、こちらが西になるので、グレーの石の壁は北西にあります。ソファーも絨毯もですけども、本物の石の壁とても気に入ってるんですけども、北西にあります。ずっとこっちまで。はい、リビングこんな感じですね。あと我が家はね、ゴミ箱が一つもありません。ティッシュも見えるところに置いてません。ゴミ箱はキッチンに一つだけです。ティッシュはこのまま後で紹介しますね。そしてこちら側ぐるっと回るとこんな感じになっています。ここはなんかリビングとダイニングの間に位置するんですけども、ちょうど鏡に私映ってますけど、こんな感じで上まで絵が飾ってあります。はい、このね白い余白が不自然に思うかと思うんですけど、だいたいここがね開けっぱなしのことが多いので、ここに余白があります。こんな感じで。ちょっとこの子今邪魔じゃんって感じなんですけど、この子はめちゃくちゃ場所変わります。多分ね、めっちゃ Vlog 見てくれてる方はご存知かと思うんですけど、この子めちゃくちゃ場所変わります。はい、閉めておきますね。で、はい、どこを家の真ん中にするかっていうのがこういった形なんで難しいんですけども、一応このリビングとダイニングの間ということで、ここが真ん中の位置かなと思ってるんですよ、この家の。
で家の真ん中にはパワーが強いものを置いた方がいいということで、こちらを取り付けています。こちらには今年蛇年なんで、蛇の置物、干支の置物をね必ず家の真ん中に置くようにしていて、今年は蛇、かわいい蛇ちゃんを置いてます。あとはパワーが強いものということでクリスタル、はい、これはハートのアメジスト、あとはエッセンシャルオイルなんですけども、パワーストーンが入ったエッセンシャルオイル。エッセンシャルオイル自体も波動が強いですし、さらにパワーストーンが入っているのでとてもいいかなと思って、ここは全部エッセンシャルオイルが並んでいます。用途に応じて使い分けてます。これなんかもクリスタルですね。あとこういうのもローラーになってるんですけど、殺菌って書いてますけど、エッセンシャルオイルのオレガノとかすごく殺菌効果が強いものとかを入れて足の裏に塗ったりとかするので、こういったエッセンシャルオイル、パワーストーン、干支の置物なんかを家の中心に置いています。あとはなんかそんな意味はなくて、このシャガールの絵は夫の実家からもらって帰ってきました。その他セコム、Wi-Fi のパスワード、あとインターホン、この鏡はちょうどこのなんか顔チェックしながら最後エッセンシャルオイル塗ったりとかできるから、なんか可愛いし、鏡とか、あとは床暖 A、B、リビングとこっちのダイニングと両方床暖入ってます。あとはこっちが長男が赤ちゃんの時、そして写真も平等に長男のピアノの発表会、次男のピアノの発表会、長男の赤ちゃんの時、次男の赤ちゃんの時っていう感じで貼っています。そしてここの、コードが掃除機とウォーターサーバーにつながっていて、これなんですけど、こうパカッと開けるとこんな感じで、今まで書いてくれたお手紙とかが入ってます。ちょっと今名前書いてたんで裏向けたんですけど、今まで書いてくれたお手紙とかはこう収納できるようになってて、一番前のだけ見えるようになってます。2022年の私の誕生日に書いてくれた宝石ママかわいい絵が収納できるのでいい感じです。そしてね、掃除機がやっぱり一番使うから一番使いやすいところにあるべきだということで、この家の真ん中に置いてます。こんだけ風水って言っててどうなんだって感じなんですけど、掃除機はやっぱりここがいいですね。いろいろ掃除機の場所も変わるんですけど、家の真ん中がダイニング方面もリビング方面も掃除しやすくてとても気に入ってます。そしてこの掃除機めっちゃ気に入ってます。これもねコストコで買って、コストコ購入品で紹介しましたが、シャープの掃除機ですね。白黒でシンプルですし、ボタンで軽々掃除できて、でこれ刺すと自動でゴミがここに溜まります。なのでこれをねゴミ箱に持っていくだけ、めっちゃ便利じゃないですか。これほんと買ってよかった。軽いしね。でこのサイズ合ってないんですけど、このシャープの掃除機の下にこういったマットとか一応引いてます。木の床が傷つきやすいので一応こういうの引いてますね。これはなんかこうタイル絨毯みたいな、こういった絨毯をつなぎ合わせて売ってるやつ、多分これニトリかな、ニトリのタイル絨毯だと思います。そしてこちらもね、ほんと700円ぐらいでお安く買ったんですけども、どんどん成長して切ってるんですけど大きくなりました。めちゃくちゃ強い植物で、太陽当たってなくても育ちやすいです。この子を置いているこの鉢カバーなんですけども、鉢カバーは銀座に店舗があるんですけども、名前が出てこない。インスタグラム貼っておきますね。銀座に店舗がある、インテリアも植木鉢も可愛いお店です。そして横にあるのがこちら、天然水サーバーです。こっちから見るとこんな感じですね。こっちにリビングが見えます。これもね真似して一緒に使ってるよっていうお声も多くて嬉しいんですけど、プレシャスのスラットプラスカフェっていう天然水サーバーです。はい、UCC のカプセルが入ります。 UCC カプセルで天然水コーヒーだったりとか、これ気づいちゃった、紅茶、緑茶なんかもできますが、全然使ってない使ってないよですが、この私は天然水っていうところが気に入ってこちらを選びました。天然水が飲みたいということで、さっとホットと冷たいものが出るのはありがたいですよね。だいたい私は常温のノーマルを使うんですけども、
冷えたのはあんまり飲まないようにしてるんですけど、やっぱ子供や夫はすごい喜んでるし、あったかいものが外出るのは嬉しいです。グリーンティー、ティー、コーヒーとか量とかもここで選べます。あとね、タンクの入れ替えもこの下なのでね、すごく楽です。こんな感じでここを開けて取り出してここに装着するだけなので、重くない、持ち上げなくていいので、すごく楽です。はい、こちらがダイニングになります。ダイニングの方はね、キッチン紹介とは違うのでサクッと紹介したいと思います。はい、我が家のティッシュなんですけど、ダイニングテーブルの下に3箇所ついています。こちらは楽天ルームに貼っていますティッシュケースです。車の中でも使っていますし、大きめで丈夫です。こちら2つかかっているのは100均セリアで買ったティッシュペーパーケースです。ちょっと小さめでパツッとはしてます。あっちとかまだたくさん入ってるのでちょっとピチッとはしているんですけども、100円なんで、もう一つのは1000円以上したのですごくお得かなと思います。これをこの100均の落ちない透明のフックに引っ掛けてくっつけています。はじめこのティッシュは1個しかくっつけてなかったんですけども、やっぱり1個だとティッシュがテーブルの上に出ちゃいます。テーブルの上にティッシュを出しっぱなしにしたくなくって、今ダイニングテーブルの上に3箇所ついている状態です。ティッシュ、紙は気を吸うため、風水でもこうテーブルの上とか出ているところに置きっぱなしにしない方がいいらしいです。で、我が家も1個出るとテーブルの上が散らかるので、ここにたくさんかけてます。はい、そして我が家のダイニングテーブル、ダイニングチェアです。ダイニングテーブルはキッチンと同じキッチンハウスのものです。このままキッチンにつながってます。そして椅子はヘイのものです。このヘイの椅子は我が家に8個あります。このテーブルに並ぶだけ8個あるんですけども、まだキッズチェアがあるので2つ2階に置いていますが、もう8個揃えています。1つだけ黄色です、ポイントに。はい、そしてだいぶね、この椅子も汚れてきちゃったんですけども、こちらヘイの椅子、このねキッチンと同じ素材のキッチンハウスのテーブルが硬すぎて傷がいってしまうので、ポチをつけてます。100均で買ったポチをつけてますが、こんな感じで傷がもういっちゃってますね。はい、ちょっとねこうしなるような形の椅子で座り心地はいいですが、長時間座ってるとお尻が痛くなったり、冬はちょっと寒かったりするのでクッション引いたりしてます。はい、足がね木でとっても可愛いんですけどね。そしてこの足にはキャップをつけています。滑っても傷がつかないように、このキャップは楽天ルームで貼ってます。こんな感じで椅子が並ぶと可愛い。はい、そしてもうこのヘイの椅子は8つ用意しているんですが、今は子供チェアを2つ置いています。まだね長男もこのヘイの椅子に座って足がつかないので、足ついて、これちゃんと下に足がありますよね。足ついて食べないと体が歪んだりとか良くないらしいので、足をつけるようにしたくって、まだこのキッズの椅子を使っています。で、このキッズの椅子はストッケのものなんですけども、はじめこちらのストッケの椅子を長男の時に買って、ヘイの椅子と足がね同じでとってもいいなと思ったんですけども、次男のチェアを買う時にはもうこの色が手に入らなくて真っ黒になってます。足がつくスタイリッシュなのはいいんですけど、ちょっとね見てもらったら分かるようにこう安定させるために足が幅広いんですよ。なんで幅取ります。これが嫌で大人の椅子に早く座ってほしいなと思うんですけどまだ足が届かないので、こちらのストッケの椅子を使ってます。足が出ちゃってますよね、この2つだけね。そしてこのキッチン横の椅子、ここにねもうパソコンいつも出しっぱなしなんで、今日も出しっぱなしにしてるんですけど、この椅子だけ私の定位置、もうキッチンにもすぐ行けて、ここで仕事できて、リビングも見渡せて私の定位置なので、この椅子にだけこちら最新の IKEA 購入品で紹介してます、腰のクッションをつけてます。私が座るように腰が楽です。そんな感じでここのスペースでねもう置きっぱなしで私は仕事をしています。この台はめっちゃ買ってよかったです。 IKEA のものですね。この引き出しにねエッセンシャルオイルだったりハンコだったり
ペンとか物差しとか消しゴムとかちっちゃいフランフランで買ったローラーとか何でも入ってるので、ハンドクリームだったりで、この下に手帳とかノートが入ってたりするのでめちゃくちゃ仕事やりやすいです。はい、こちらは MacBook Pro です。人気商売の人は南を向いて仕事をするといいっていうことで、 YouTuber もそうですし、あと営業職とかそういった職業の方も南を向いて仕事をするといいということで、はい、私が仕事している場所はすごい明るい南を向いて仕事しているので、こちらも風水的にもちょうどいいなと思っています。そして南は女性を魅力的に輝かせる方位みたいです。もうね、南からすごい光なんで逆光なんですよね。暗いんですよね、こっちから撮ると。そしてこっからコンセントをつないでいるんですけども、どこにつながってるかと言いますと、こちらはここにつながってます。これは最近買って楽天ルームに貼ったんですけども、コンセント収納です。コンセントはこの床コンセントから取っています。このキッチン後ろレッドスペースだったのでこちらを利用しています。ここにも MacBook Pro がありまして、これはね、主に私が前仕事で使ってたやつで、今は子供がちょっと宿題の DVD 見るのに使ったりとかしてますね。このね嫌なんですけど、このコードがこのケーブル収納の中につながっていて、この中にはい、ケーブルがごちゃごちゃと入っています。ゲームのコントローラーだったりとか充電器とか、Mac もここで充電してるのでこの中につながってます。でこっちもこうやって開くんですね。でこの中で子供のタブレットとか子供チャレンジのタブレットなんかを収納しながら充電しています。すごいね、すっきりして私は気に入っています。コンセント問題はいろいろ住んでみて出てきますよね。この横には以前動画で詳しく紹介しています自動の掃除機ロボットがあって、これは床掃除、拭き掃除しながら掃除機してくれるので、これも重宝していまして、毎日は回してないんですよね。床に何もない時じゃないとあれなんで毎日は回してないんですけど、週末これを回して床拭きと掃きをやってもらってます。これもこっちにつながっています、コンセントが。はい、こんな感じでこちらから見たダイニングテーブルなんですけども、そこにねすぐウォーターサーバーがあるので子どもたちが自分でお水を汲みに行けます。こちらには小さな中庭がありまして、この黒い壁掛けの絵は夜光ります。こうライトが出るようになってます。そしてこれは昔楽天で買った絵が飾ってあって、こっちが玄関に続いていて東側ですね。そしてこれカレンダー、今裏向けてるんですけど、この玄関に続いているドア、そして子供が見やすい低い位置にカレンダーを設置しています。これはいつもセリアやダイソー、100均で毎年購入していて紹介しているんですけども、家族の行事ごとにカレンダーが書けるので、今パパもね毎日違うところにいて忙しいし、長男は小学生で次男は幼稚園なので、みんな予定がバラバラなのでバラバラに書けるカレンダーが重宝しています。書いてない月をお見せするとこんな感じでそれぞれ予定を書いています。ここにくっつけているクリアな画鋲はセリアのもので、斜めに刺すので落ちにくくてすごくいいです。そしてこの中庭はこっちの窓、玄関側にもこっちの窓、洗面所側からも見えるようになっています。カーテンは同じくバーチカルブラインドで引く形になっています。我が家はだいたい開けっぱなしです。で閉めるとこんな風な感じになっています。こちらはねもうずらーっとカーテンでめちゃくちゃ日当たりがいいですし、開けると植物が見えたりして気持ちいいです。今は暑すぎて開けられない、ほんとめちゃくちゃ日当たりがいいお家です。カーテン開けるとねこんな感じでキッチンから見えます。ダイニングからはこんな感じ。キッチンは冷蔵庫ね変わった時にも紹介したりとか、キッチン収納とかも紹介したりしてるんですけど、唯一紹介するとしたらここですかね。このライト、こっち側ちょっと暗いなって思ってたので、このライトが新しく加わりました。楽天ルームに貼ってます。可愛い形。これも黒もあったんですけど壁と同化させたいため白にしています。
こっちが南でこっちが東で南東でもあるので、南東にはこだわりのものを、誕生、成長、頑張っているものに関することを置くといいっていうことなんで、好きなもの、キッチンなんであれなんですけど、食器だったりとか、あと天然石ですね。天然石をあえてここに置いているのはそういう理由で置いています。さらに後付けではあるんですけど、冷蔵庫東側にあります。冷蔵庫収納でご紹介しているんですけど、この冷蔵庫は Bluetooth がついていてスピーカーになります。成長したい人は東から音を鳴らすと、東からの音は人を活発にするそうです。なのでね、この冷蔵庫に Bluetooth いる？スピーカーいる？って言ってたんですけど、めちゃくちゃいい場所にあるじゃんと思って、これからは使っていこうと思ってます。このキッチンの後ろに収納があってね、日頃見ていただいている方はご存知かと思うんですけど、ここは食器だったりパントリーになっています。あとは反対側と同じくここにね、窓2つあります。上の窓は開きます。先ほど言ったように、この斜めが南、こっちが東なんで、ちょうど南東なんですね、この窓。朝は南東の窓を毎朝開けて強い気を取り込むことができるらしいです。なので、この上の窓、くるくるくると開けられるんですけども、この窓を毎朝開けて強い気を取り込んでいます。コーヒーマシンもここに置いてます。ここからね、窓開けていつも外見てます。東南の風と太陽を取り込みながら、はい。そのね、窓の対極線側にあるのがこの窓なんですよ。この窓も上をくるくると開けることができるので、両方開けるとものすごい風通しが良くなります。匂いがこもってる時なんかは両方開けます。普段はこっちの北の窓は開けないようにしています。あくまで風水は自己流ですし、何が正しい正しくないって賛否あると思うんですけど、運を良くしようと行動しているところに運は味方するのかなと思っているので、自己流でやっています。その辺ご了承いただいて見ていただければと思います。いかがでしたでしょうか。6年前のまっさらな状態の我が家のルームツアーも貼っておきます。普段このお家で美容のことやお料理など Vlog を中心にアップしています。再生リスト貼っておきます。インスタグラムは毎日更新しています。ぜひチャンネル登録フォローお願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。またねー。